どっちがいいんだろう。ただいま。綾瀬さん、先に帰ってたんだ。おかえり。ちょうどよかった。浅村くんにちょっと尋ねたいんだけど、結婚するなら自分と同じタイプと違うタイプ、どっちがいいと思う？え？陰キャ男子の兄とドライな妹。義妹生活。ごめん、唐突だったね。今日、マーヤたちとこの話題で盛り上がってね。ああ、なるほどね。みんなはどういう意見だったの？私は聞いてるだけだったけど、同じタイプの方が優勢だったかな。お笑いを見ていて、同じタイミングで笑えなかったら辛いとかなんとか。確かに、笑いのツボは同じじゃないと盛り上がれないかもね。あと、趣味が合わなかったら辛い。少なくとも理解はしてほしいだったかな。ああ、家族に勝手にコレクションを捨てられちゃう話とか聞いてて辛いもんね。味の好みとかもある程度合わないと同じレストラン行けなくないって話もあったね。なるほどね。そう聞くと同じタイプと結婚する方がいいかもしれないね。浅村くんは違う意見？そういうわけじゃないけどさ、違うタイプと結婚する利点で聞いた話があるんだ。災害とか緊急時に違う考え方ができる人と一緒にいると生存率が上がるんだって。へえ、同じ行動、同じ思考だと同じ危機で全滅しちゃうってこと？さすが、理解が早いね。なるほど。同じタイプだと弱点も同じになっちゃうか。私と浅村くんは考え方とか結構似てるところあるし、気をつけないとね。え？いや、結婚とか関係なくて、一緒に暮らしてるからって意味で。ああ、うん、そうだね。びっくりした。うん。気まずい。さっきお昼ご飯食べよう。ってどうしたの？頭押さえて頭痛？そういうんじゃないんだけど、考え事しててドツボにはまっちゃってね。さきが考えすぎちゃったこと。はっ！昨日みんなで話してた結婚観の話、浅村くんとしちゃったんだ。私は時々マーヤの察しの良さが怖くなってくるよ。さきが分かりやすいだけだよ。それでどういうラブコメ展開？すぐそっちに持ってかないでよ。でも実はねってことになって、ちょっと失敗しちゃったかなって思ってさ。浅村くんに限って変に誤解するなんてことないとは思うけど、もしさせちゃってたらすごく気まずいし、申し訳ないなって。マーヤ、どうしたの？これがラブコメか！うるさいって。それにそういうんじゃなくて、一緒の空間で生活していく中でくだらない誤解を与えちゃってたら、彼も落ち着かなくなって申し訳ないでしょってこと。だから失敗したなって。ねえ、いい加減にしないと怒るよ。もう怒ってるじゃん、そのと。まあ冗談はこれぐらいにして、結論、さきの気にしすぎ。これに尽きると思うな。そうかな。それこそ漫画とか小説のラブコメじゃないんだから、相手は気にせずさらっと流してるよ。それに言った本人がよそよそしいと、かえって余計気まずくさせちゃうと思う。まあ一理あるね。だからすっきり忘れて普段通りに接してれば大丈夫じゃない？そうだね。そうだよね。ちょっと落ち着いた。ありがとね、マーヤ。どういたしまして。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。おまけ。でも一切気にされないのもそれはそれで
なんかやだな。何それ。さきの心からの本音を代弁。まあや。嘘嘘、ごめんご